材料3つで作れるくるくるポテトを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日は簡単に作れるくるくるポテトを作りたいと思います。1個食べたら止まらなくなる、そんなくるくるポテトを今日もご紹介していきたいと思います。ということで本日も最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。はい、今日の材料はこちらです。じゃがいも、薄力粉、塩です。そしてプラス揚げ油も使っていきます。で、今回使用するのがこちらのメークインですね。メークインっていうのは麺も少なくて、あとボコボコしていないので、くるくるポテト使うにはとても使いやすいです。味付けは今回青のり、ブラックペッパー、コンソメ、この3種類で味付けしたいと思います。こちらの味付けはお好みのものを使っていただいて大丈夫です。あとですね、こちら今回ね、ようじも使っていくので爪ようじも用意しておいてください。はい、それではまずじゃがいもの皮を剥きます。じゃがいもを洗って皮を剥いていきます。はい、こんな感じです。はい、でこちら剥いていきます。はい、こんな感じでね、綺麗に皮を剥きましょう。そうしましたらこのじゃがいもを薄切りしていきます。で、薄切りする時なんですが、包丁でこのままね薄切りしてもいいんですが、こういうねスライサーがある方はスライサーをね、使っていただくととても便利です。ちなみにこれね、下も受け皿がついてるオクソーさんで買ったやつです。はい、でこれでじゃがいもをセットして、でこれでスライスしていきます。はい、このぐらいの厚さになります。でスライサーでやるとこんな感じで簡単にできます。で包丁でやる場合は手を切らないようにだけ注意していただいて、この面が広い方を横にしてスライスしていきます。で真ん中ぐらいまでいくとこっちが持ちづらいので、くるっと反対側にするとまた切りやすくなります。こんな感じで包丁でもね、このぐらい薄く切ることができます。なのでね、スライサーがある方はスライサーの方が楽ちんなんですが、包丁でもこうやって切ることができます。はい、そうしましたらボウルにじゃがいもを入れて、ここに塩を振ります。はい、でこれで全体的に塩をまぶしてください。そうすると水分が少し抜けてですね、柔らかくしなるのでくるくるっと巻きやすくなります。はい、この状態で5分ほど置きましょう。5分経ちました。そうしましたらキッチンペーパーを用意して、こんな感じでちょっと水気が出てます。じゃがいもも柔らかくしなってます。でこれを並べて水気を拭き取ります。はい、こうやってね、どんどんキッチンペーパーにね、こうやって並べていきます。この上からまたキッチンペーパーを重ねて、で水分を拭き取りましょう。水分を取ったらこちらをペロペロと剥がします。はい。でそうしましたら今度はくるくる巻いていきます。まず1枚置いて、その上にもう1枚置きます。でこれをくるくると巻いていきます。はい、こんな感じで巻きます。でこの巻き終わりをようじで刺します。こんな感じです。でこれを何個も作っていきます。2センチぐらい重ねて巻いていきます。はい、で刺します。はい、こんな感じです。1枚で大きいものがあれば1枚単品でくるくると巻いても OK です。はい、こんな感じですね。1枚でもね、大きいものだとちゃんと成立します。で重ねる時は最初に巻く方の上に2枚目を重ねて巻くようにしてください。はい、このようにくるくると丸めてようじで留めましょう。はい、そうしましたらここに薄力粉とあと塩2つまみぐらいですね。はい、でざーっと混ぜます。でそうしましたらこれをまぶしていきます。薄くまぶしましょう。はい、このように薄く小麦粉をまぶしましょう。そうしましたらあとはこちらを揚げていきます。はい、
そうしましたらフライパンからだいたい1センチ2センチぐらい油を敷いて、だいたい180度ぐらいになるまで加熱します。はい。で、温度計がある方はだいたい160度ぐらいになったらもう揚げ始めて OK です。で、ない方はこういうね、菜箸を入れて、入れた時に菜箸の端から細かい泡が出てくれば OK です。はい。そうしましたらこちらを入れていきます。はい。で、これで油で揚げていきます。で、上の部分も上がるように少しずらしながら揚げていきます。はい、でそうしましたらこのぐらいカリッと焼き色がついたら取り出して油を切りましょう。ちょっとね、大きさによっても上がる時間が変わってくるので、上がってきたところから取り出してください。これね、ちっちゃいのはね、もうすぐ上がるのでね。はい、大体 OK ですね。そしたらこちらを取り出します。はい、こんな感じでね、カリッと揚がりました。そしたらこれ大体 2,3 分ぐらい油を切りましょう。はい、ポテトの油切りが終わりました。で、そしたらこのようじを外します。今回3種類の味を作るので3つに分けていきます。で、この刺さっているようじを外します。で、そうするともう固定されてるのでコロコロっとしたままですね。外側がね、すごいカリカリしてます。ようじ取るときはちょっとくるっと回して取るとスムーズに取れます。で、そうしましたら最後に味付けをしていきます。まずこっち側から青のりですね。青のりと、あと塩。で、次にブラックペッパーですね。ブラックペッパーと、あと塩ですね。で、最後、顆粒コンソメです。これをさっとね、軽く絡めて、はい、これで材料3つで作るくるくるポテトの完成です。こんな感じに仕上がってます。はい、こんな感じでね、カリッと仕上がってます。はい、ということで完成しました。はい、こんな感じに仕上がってます。ということで早速いただきたいと思います。じゃあまず青のりからいただきます。やっぱ青のりって合いますよね。続きましてブラックペッパーですね。いい感じにこんがりしてます。いただきます。カリッとしてるところとブラックペッパーの味がすごく合いますね。そしてコンソメですね。コンソメいただきます。コンソメもいいですね。はい、ということですごく美味しく仕上がりました。で、今回のくるくるポテトのポイントなんですけれども、まずスライスするときは、今回私はスライサーを使ってやったんですけど、包丁でも薄切りできるので、だいたい2ミリぐらい。細ければ細いほどカリッと揚がります。で、厚さが厚いとちょっとしっとりとしたポテトに仕上がります。なので、お好みの太さでやっていただけたらと思います。ただ、あんまり太いと今度くるくるっと巻けなくなってしまうので、だいたい動画でご紹介したぐらいの厚さにしていただくとちょうどいいかなと思います。スライサーは今回私が使ったのはオクソーのこうちゃんとじゃがいもを固定してこうスライスできるやつなんですけど、固定せずにスライスするやつもあるので、手を切らないようにそこはしっかりと注意しながら、スライスしてください。あとはね、難しいことは特にないので、油揚げる時だけやけどに注意していただけたらと思います。今回は青のり、ブラックペッパー、コンソメ味にしたんですけれども、カレーパウダーとかチリパウダーとか、あとガーリックパウダーとかも美味しいかなと思います。ぜひいろんな味で楽しんでいただけたらと思います。で、今回使ったじゃがいもに関してはメークインを使ってます。で、メークインっていうのは細長くてかつボコボコしていないのでスライスもしやすいので、くるくるポテトを作るときはメークインがおすすめです。ね、これ1個食べるとね、もう止まんなくなっちゃうんですけど、すごくね、作るのも楽しいのでぜひ作ってみてください。はい、
ということで今日は材料3つで簡単に作れるくるくるポテトを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな料理を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしています。ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。